よいしょ。Okay. Hello, this is Tonton Train. Yeah, how are you today? ということでね、昨日の動画上がってますね。久しぶりに歩いた動画、ぜひね見てください。どう見たね、楽しかったやつ。で、その終わりに帰ってきてからかな、情報が出てこちらですね。はい、ポケモン GO フェスト2020が7月25日から26日開催決定。新しいイベント体験場イエーイということでね、 GO フェストの情報が出ました。今年はねないんじゃないかなみたいな感覚を持ってたんですよ。もうこの頃ドルトムントとかの情報出てたし、去年だったらね。でもまあ今年はやるみたいです。で、今までのいわゆるコミュニティデー的な感じでね、世界中どこからでもその時間になったら参加できますよみたいな状態になってるみたいです。で、チケットを持ってる人はこの2日間両方に参加できるって言ってるので、購入方法も分かんないし、持ってなきゃ参加できないのかなとか、なんかちょっと不安なところもあるんですけど、持ってなきゃどっちかを参加できるのかな。例えばこの国は25日やりましょうとか、時差の関係でサーバー負荷を減らすために、でね、6月にねサーバーのなんかメンテナンス入るとか言ってるから、そういう、どうなってくるのか分かんない。で、何が新しいポケモンとして出てくるのかとか、どういうリサーチになるのかとか分からない、ので、まだ情報は分かんないですけど、とりあえず25日26日は開けといてねみたいなニュースが出ました。で、これがどれだけ違うのかっていうのを過去のね、GO フェストを振り返っていってちょっと見ていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで、僕もねちょっと記憶があやふやだったんで一緒に振り返っていきましょう。よろしくお願いします。で、最初の GO フェストは2017年になります。で、ちょうどね僕がねオランダに来た頃なんですよね。そうだからね GO フェストっていうもの、しかもね GO フェスト自体もね日本ではあんまりねこう盛り上がってなかったんですよね。アメリカでやるんだへーぐらいな感じで、そこまでね盛り上がってなかった。そこまでその日本語に対応してるっていう雰囲気もなかったし、そんなに盛り上がってなくて、でも僕はねライブやってたんですよね。僕がライブやってたんじゃなくて、その頃人数いないからライブなんかできないから、公式の方のチャンネルで GO フェスト会場の様子みたいなのをねライブ配信してたんですよ。で、会場みたいなステージみたいなのがあって、そこでねイエーイって来たトレーナーさんたちとなんか触れ合ってるようなのがあったんですけど、その時はサーバーがパンクしちゃって、現地の人たちが何もできなくなっちゃったんですね。で、ライブ配信もその状態になっちゃったから配信するものがないので、もうニックが当時ねもうナンバーワンって感じでいたので、ニックがそのジムに対するポケモンの攻略の方法とかっていう動画を会場で流してたらしいものを延々流れてたんですよね、ライブで。で、どうなってんだろうこれと思いながらも一応ね見てたんですよ。そしたら GO フェスってやっぱり何かしら新しいことをやるってことで、その時会場にいた人たちのグループだから、青チーム、赤チーム、黄色チームでどのチームが一番ポケモンを多く捕まえたかによって新しい機能が変わりますみたいな感じで、要は赤チームだったらファイヤーで、青チームだったらフリーザーで、黄色チームだったらサンダーがレイドっていうシステムで初めて実装されますよっていう感じで、野生にいたのを捕まえるとかそういうんじゃなくて、初めてレイドっていうのが実装されたんですね。で、その GO フェストの後にいきなり実装されて、シカゴの街中がねトレーナーさんたちうわーって言ったっていうのをね、海外の YouTuber さんの見てみるといいですよ。2017年終わった時のトレーナーさんたちの街のカオスな状態すごいから、すごい盛り上がってるので、頃日本はそこまでラップラスダッシュとかそういうことをしてたぐらいの時代なので、全然雰囲気が違うっていう感じ。それが1年目です。で、僕はオランダでそのフリーザが実装されて、アムステルダムで毎日のようにこうフリーザ捕まえたりするようなことをやってました。で、1年経って2018年、これを年になってくると僕がそこそこ頑張ってる時代なので、この時代はGO フェスト、シカゴだけが GO フェストです。で、ドルトムントと横須賀がサファリゾーンって形でやってました。だから、3つですね。GO フェストとしては1個です。2018年のシカゴに関してはカウントダウンがねホームページであって、0秒になった瞬間にこう買うみたいなところでね、購入サイトがもうパンクするようなことがあったんですけど、僕も買えればいいかなって、まさかオランダからシカゴねと思いながら行ってたら、僕の場合はですよ、別に止まらずにスムーズに買えちゃったんですよね。買えちゃったからどうしようみたいな状態になっちゃって、他の人はサーバーがパンクしたから買えなかったとかいろんな人から言われたんですけど、
いや帰っちゃったなどうしようみたいな動画も上がってるんですけど、結局ね行くことを決意して行って楽しんできたっていう感じですね。でシカゴで何があったかっていうと、コータスとセレビですね。コータスがすごいいろんなところで湧いてて、タスクを完了していくとセレビがもらえますよみたいな感じで、これはその2017年のすごいことのね、サーバーエラーとかがあったんでチケット制、完全チケット制にして何日の、しかもエントランスもね違ったんですよ、入り口ね。でそれぞれがもうみんな分かれてる状態でスタートして、しかもすごいねオーガナイズされてて縦長のね公園だったんですけども、行ったり来たりする道がもう一方通行になってて、確かにタスクがね巣のとこで写真を撮るとかやんなきゃいけなかったから、本当は戻りたいんだけど完全一方通行だから、もう行ったり来たり完全行ったり来たりするような感じで、ずーっとひたすら縦長の公園を歩き回ってるような感じでした。でこの頃 Go フェストツアーメンバーみたいな感じで山田さんとかも選ばれてましたけど、その人たちが公式のチャンネルの方の動画に出すのにこう回ってたっていう感じ。シルフロードのチャンピオンシップもシカゴでやってた。それも僕シルフロードのバッジを持ってるから見て、シルフロードアフターパーティーだったのかなその時代はっていう感じで、パーティーだから YouTuber さんに会えたりとか公式の関係者さんに会えるようなパーティーがあった。で一般の方たちはチケットを持ってる人たちだけは入れるみたいな、そんな感じでした。はい、シカゴ楽しかったな。その前にねニューヨーク行ったりもしてたから、ニューヨークの友達に会えたりとかもして楽しかった。でサファリゾーンドルトムント、これは、楽しかった。でもねこれもねチケット制じゃなかったの、ドルトムントも。だからね会場でパンクしちゃってね、息子たちと一緒に歩いてたんだけどね、何にもできなくなっちゃったっていうね動画があるので、ぜひね見てみてください。OK ということでね、途中で気づいた横須賀の話してなかったんですけど、この年のね横須賀のサファリゾーン実は僕当たってないんですね。当たってないので、すが終わり際に確かね行って、でその時視聴者さんとお会いしてトロピウスを交換したらトロピウスが光ったみたいな、そんな動画があります。その後は肉たちとねご飯食べましたみたいな感じで、だから横須賀の様子は動画はないんですけど、横須賀はそんな感じ、トロピウスもらったよっていう感じでした。はい。2019年、こちらはいわゆる去年になるんですけど、去年は記憶が新しいですね。ドルトムントとシカゴと横浜でやりましたっていう感じやってますね。でこれはもう抽選で、当たったらよかったねっていう感じで、当たった人から招待もできるよっていうような状態でした。で、この年はシカゴが落ちたんですよね。でシカゴが落ちたからドルトムント横浜当たればいいやぐらいに考えてて、ドルトムントってすごい近いからさ簡単に行けるのね、オランダからだからと思ってたら公式さんの方からいただいたので、シカゴドルトムント横浜全てこの年去年はね行ったんですよね。はい、で先にやったのはドルトムントでもね全部同じなんですよね。ジラーチ、出てくるポケモンが多少違ったけどパチリスとかいろいろ違ったけど結局一緒で、ジラーチどこの会場でもジラーチのタスクをやってって、ドルトムントでやってる場合はもうジラーチの飴をもらえるだけっていう状態だったんですけど、この時はニックが変装してて全然僕が気づかなかったっていうねやつですね。変なおじさんの格好をしてねリックって言ってたんですけど、僕に話しかけてきてあーって本当に気づかなくてみたいなことがありました。で会場がねまた前年度と違ったので、今回はこの時はもう行ったり来たりするような一方通行ではなくて、広い公園で行きたいとこに行ってみたいな感じ。ただね日にちによって何日か目2日目かな、2日目の人とかは台風が来ちゃった関係で中止になった人たちがいるんですよね。でその代わりにご自宅とかどっかでその指定された時間、その国の指定された時間で、Go フェストのシカゴで出すべきものが出ますよと。だからその Go フェストでアメリカ産になるべきものが自分の地域での限定ポケモンになったから、それはそれでレアになったかなっていう感じの状態ですね。で横浜暑かったね。あれもね家族分全員当たって、グランマも一緒にねやったっていう感じの横浜。あれは初日じゃなかったからね、すごい囲まれたっていう記憶があるんですよね。初日に YouTuber さん海外も含めてみんなで初日に行ってたから、それが僕はあえてじゃないな、ニューヨークの友達からもらったチケットだったんで初日じゃなかったから、でその日にいる YouTuber って僕しかいないみたいな状態になってて、すごく囲まれて楽しかったっていう感じの Go フェストです。
だからね Go フェストはね何かしら新しい幻のポケモンが実装されてるので、今回も幻のが実装されるんではないかと。で特定の巣に行って例えば氷の巣に行って氷ポケモンの写真を撮るとか、そういうタスクが去年もその前もあったので、今回はね自分の地域に氷の巣とか言われてもないじゃないですか。だからその辺をどうやってやるのかなっていう感じで、写真を撮るタスクは多分あると思う。で何かしらサプライズはあると思う。ジラーチにねなんだっけ、フォトボムしてきたポケモンたちがジラーチを起こすみたいな感じの状態になってたから毎回驚かしてくれるようなことがあるので、何かしらあるんじゃないかなと、思ってます。今回はねYouTuber さんたち含め世界中の方々に会えないっていうことはあるんですけど、それでもね同じ時間に同じものを楽しんでるってことでね、いわゆる今のその状態ですよね。同じ時間だけど離れて楽しみましょうっていうことで、ライブやるかもしれないし、チケットかどういう風に買うのかも分かんないけど、とりあえず楽しみですねっていう感じで、過去3年あってね全部外れたって方ももちろんいらっしゃるでしょうし、1回も参加できなかったとかね、例えば横浜とか日本だったら横浜に集中してるから違う地域の人がねなかなか行けなかったとかね、いろいろあると思うんですけど、今回この見方だと多分誰でもできるような気はしてる。どっちかの日にちは絶対できるような感じはしてるけど、分かんない、保証はしません。僕はそういう情報はもらってないので、楽しみにしていきましょうっていう感じの、情報でした。皆さんどうですか？どう思いますか？こんな感じ、楽しみですか？それとも人にやっぱ会いたい、 YouTuber さんに会いたかったとか、いろんな人と交流したかったっていうね、いろんな気持ちがあると思うけど、楽しくなるんじゃないかなと。どういう形であれ楽しくなるんじゃないかなと、思ってます。ぜひね皆さんのご意見もください。ぜひいろんな見方意見シェアしたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。ということでこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思った人はLIKEボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますね。過去どんどんいろんなとこ行ってたんだよっていうねことも知ってもらえたら嬉しいです。ということでまたね。髪の毛白くなってきちゃった。あとねゴールパフォーマンスのやつ正解者実は出てるので、その動画ジュニア2と相談しながら撮りたいと思います。でまた。